二人の死刑囚に、看守が言う。お前らがこのゲームに勝ったら、二人とも釈放してやる。負けたら、即処刑だ。どういう状況なの？さて、死刑囚 A、死刑囚 B では呼びづらいので、アリスとボブ、で行く。いいよ。ゲームが始まる前に二人で相談していいが、ゲームが始まってからはダメ。伝言ゲームみたいなやつ？そうだな。さてゲームが始まったらボブは退出する。看守は、チェス盤の64マスのそれぞれに、コインを表または裏にしておく。決まりとかある？ない、看守の気まぐれ。64枚のコインを置いたら、看守は、64マスのうち一つを指さす。これをボブに教えろってこと？ああ、アリスは、1枚コインを選んで裏返す。これでアリスの行動は終わり。え？ここでボブが入室する。ボブは、現在の盤面だけを見て、看守が指さしたマスを当てる。正解ならアリスともども釈放。不正解ならアリスともども処刑。それってただの64分の1の運ゲーじゃない？いや、必勝法がある。ほんと？完全にルール通りにプレイして確実に成功する方法がある。そうなのか。考えたければここで一時停止を。やっぱ無理でしょこれ。じゃあ、解法を説明する。マスの数は2べきなら何でもよくて、ここでは8マスでいく。確かに64は多すぎたね。8個のマスに0から7までの番号を二進法で振る。看守がマスを一つ指さして、それをボブに伝えるわけだが、3桁の二進数を一つ伝えればいいことになる。それはそうだね。でも、どうやって？コインが置かれた盤面を、次のように二進数にエンコードする。まず、1の位の数は、1の位が1であるようなマス、にある表のコインの枚数、を2で割った余り。表は3枚だから、1？その通り。同様に、エンコード結果の2の位は、2の位が1であるようなマス、にある表の枚数、モッドに。今回は2枚だから0だね。4の位は何でしょう？ 4の位が1のマス、はこの4つで、表は3枚だから、1。このエンコーディングをアリスとボブで共有すれば必ず勝てる。そうなの？看守がこの通りに置いたとすると、今の数値は101で、例えば看守が110のマスを指さしたとする。この2つの値の差分、技術用語で言うと XOR を取る。4の位は同じだから0で、2の位は違うから1、1の位も違うから1、だね。さて、アリスはどのコインを裏返すべきだ？もしかして、XOR のマス？だぜ。適当に言ったら当たっちゃった。試しに裏返してみよう。この状態でボブに渡すんだよね。この状態でエンコードするとどうなるか？まず1の位は、ここ裏返すと表が1枚減って、1だったのが0になるのか。2の位は、ここを裏返すと0から1になって、4の位は、ここ裏返しても影響ないのか。こんな感じで、XOR に当たるマスを裏返せば目標の値を作れる。XOR も3桁の二進数だからそのマスは絶対あるってことか。64マスの場合も同様にプレイできる。3桁から6桁になるだけだね。まあ、表を数えるのしんどそうだけど。代わりに数えてやる。じゃあ、XOR は001101で、ここを裏返せばいいのか。あとはボブが数え間違えなければ釈放。結局数え間違えたら処刑だから怖いね。ご視聴ありがとうございました。